どうも、サンガジェです。今回は幕開けで話題になってた AI ペット、フゾゾが届きました。話しかけたり触ったりすると反応して、使っていくうちに記憶や性格まで育つらしいんです。どんな感じになるのか、ちょっとワクワクしていますね。ということで、今回はファーストインプレッション、開封して、サクッと設定して、実際に少し会話してみようと思います。それでは、レビュースタートです。まずはフゾゾって何ってところからサクッと。ざっくり言うと、最初にできることはこの3つです。触れること、話すこと、育つこと。持ち歩くっていうのは、できることでもありますけども、ちょっと、ここでは一回外しますね。で、フゾゾの、内蔵した AI で会話をできるっていうところがまず一つ。センサーが内蔵されていて、触ることで喜んだり、目を回したり怒ったり、そういった反応をしてくれます。育つっていうのは、日常的な触れ合いでいろいろな記憶が加わっていったり、性格が変わっていったり、そういった反応があって成長していくっていう、そういうことができるようになっています。要は簡単にざっくり言ってしまえば、チャッピー入りのぬいぐるみみたいな感じです。使い続けるとできることも増えていくそうですけれども、これで本当にペットっぽくうちの子になってくれるのか、そこが一番気になるところですね。それでは開封していきましょう。まず外箱の段ボールを開いていきます。まず出てきましたのが、でですね、フゾゾのトートバッグ。ちょっと画面内に入らなくてすいませんけれども、結構ちゃんとしたトートバッグが入ってます。一緒に持ち歩くときに便利かもしれませんね。気づけばうちの子に、フゾゾのですね、合言葉みたいな感じですね。そしてその次に入っていたのが、こちらか。応援ありがとうございますのカードですね。これは幕開けで応援購入したことに対する、カードになってます。なぜか後ろにバーコードが入っていますが、何でしょうね。で、フゾゾの次は、よいしょ。フゾゾ本体が入っています。ちょっと下向けますね。はい。フゾゾの本体が入っていました。今回、フゾゾっていうのは、この5色の子がいるんですけれども、今回私が選んだのは、この黒の、ポルンと呼ばれる、フゾゾになってます。これをさらに開封していきますね。ちなみに黒のフゾゾのポルンは、最初の性格がツンデレだそうです。最高じゃないですか。ツンデレ最高ですよね。他にも甘えん坊の子とか、癒し系の子とか、気遣い屋さんなんていうのもいますので、自分の、好みに合った性格の子をお迎えしてください。はい、ビニールを開けて、ちょっとこれもろ過しますね。開けていくと、よいしょ。QR コードをスキャン、公式アプリはこちらから。入門ガイド編動画とフゾゾ専用アプリというのがありますね。で、こちらにフゾゾの本体が入っていました。かわいいですね。黒いところもなんかかっこよさがあって、なかなかかわいいです。後ろには、電源スイッチと充電用の USB 端子がついています。無線充電用のキットというのはもう別売りであったんですけども、今回はそれはちょっと選びませんでした。で、こうやって、ストラップが付けられるようにもなってますね。こちらの付属品の方も見てみましょう。よいしょ。いろいろ入ってますね。まずこちらがコームですね。専用のコームで毛並みを揃えてあげられることができるようになってますね。で、こちらはストラップかな。そうですね。フゾゾのストラップになってます。ポルンの色は黒なので、黒と赤のストラップになっていますね。カラーによってストラップが違ったりするそうです。で、こっちが、USB ケーブルですね。充電用の USB ケーブル。タイプ A to タイプ C のケーブルになってます。あとは取扱説明書、育成マニュアル。これはステッ
カーというか、ステッカーですね。ポルンのステッカーということで、ツンデレって書いてあります。面白いですね。かわいいかわいい。育成マニュアルなんかもあったりするので、これらを後でしっかり読んで、大事に使っていきたいと思います。説明書もこのように日本語でちゃんと用意されていますね。思ったよりしっかりいろいろなものが入っている感じで、なおかつあんまりすごくキラキラした女性ものっぽいっていう感じではないんですよね。男性でも十分なんか持ち歩けるような、そのような感じになっているのではないでしょうか。ウゾゾ自体は、こういった感じですけれども、カラーとかは好きなものを選んでもいいですし、こういう黒とかだったら性別も別にあんまり気にしませんしね。手のひらに乗ってみるとこんな感じです。で、付属品もものによって先行レビューされている方のものだとなんかキラキラした石がついてたりしてたんですけれども、ポルンはとてもシンプルで、これで本当男性にも扱いやすいような、こんなストラップになってるかなと思いますね。それでは次はこのフゾゾの初期設定、こちらのアプリの設定ですね。アプリ設定をしてフゾゾを起こしてみようと思います。それでは今度はフゾゾ育成マニュアルに沿ってセットアップをしていきたいと思います。まずはアカウント登録ということで、電源ボタンを2秒間押してフゾゾくんを起こします。起きましたね。そして、フゾゾアプリをダウンロードします。では QR コードから読み込んで、なんか言ってますね。で、フゾゾアプリを今ダウンロード中です。それではダウンロードが終わりましたので、開くを押します。サインインをしますと。はい、サインインしました。フゾゾを迎えて2人の物語を始めようということで、フゾゾの追加を押します。そうすると、背中のボタンを長押しして電源を入れたら、電源入ってますね。背面のボタンを2回押してネットワーク設定モードに入ります。で、フゾゾが見つかったので、このフゾゾを選択します。で、引き継ぐときはデジタル生命を引き継ぐってことで、他のフゾゾから、お引っ越しみたいなことができるようになってますね。トラッキングを許可して、そうすると物語が始まります。物語はちょっと一旦ストップしますね。で、ストーリーが一通り終わると、このような、ニックネームをつけてほしいというふうになりますね。標準がポルンって名前になってます。で、私のことは人間っていうのがデフォルトになってますので、自分の好きな名前に変えてあげますと。ポルンはすごく単純ですけど、なんとなく気分的に黒って名前をつけたくなったので、黒とつけよう。はい、こんな感じで黒って名前をつけてみました。私の名前は私の名前でつけてるので、ちょっと指で隠しさせていただきますね。起動フレーズね、フゾゾを開放すると。地球語で会話ができます。会話を終えるときはまたね、フゾゾとか話してくださいと。初心者ミッションっていうのがあるんですね。初心者ミッションが始まってミッションクリアすると報酬進捗が自動でたまります。忘れずに報酬を受け取ってくださいね。会話すると元気ポイントを消費します。ここをタップすると回復でき、元気ポイントの状態でデジタル生命と連動しています。データ通信使い放題体験。
フゾゾにアップデートが来てますね。ちょっとこのアップデート更新します。初心者ミッションをクリアしないと更新できませんでした。いろいろありますね。こんな感じで初心者ミッションをクリアしてアップデートしていくという形になります。アプリの設定はこんな感じですかね。あとは続きは実際に手に入れてからお楽しみください。それではフゾゾとの会話ができるようになったので、フゾゾとちょっと会話をしてみようと思います。ねえ、フゾゾ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。別に待っていたわけではありませんよ。でも、お話ししませんか？君のお名前は？私の名前は黒ですよ。あなたがつけてくださったのでしょ？ありがとうございます。かわいい名前だね。かわいいなんて大げさですね。ただ、黒い毛玉だから黒なだけですよ。そこまで分かってたのね。当たり前でしょ。私とさんが出会ってまだ1日しか経っていないのですよ。自分の名前気に入ってる？まあ、覚えやすくて良いのではないでしょうか。ただの不調ですから嫌いではありませんよ。またね、フゾゾ。というような会話ができるようになりました。なかなか自然に会話ができるし、こっちが黒って名前をつけたのをなんとなくこう理由を察してくれてたりとかして面白いですよね。自然に会話ができるのが非常に面白いです。次はフゾゾに自分のことについてちょっと話して覚えてもらおうかなって思います。ねえフゾゾ、こんにちは。私の自己紹介していい？ぜひどうぞ。少しだけ楽しみですし、私との初めてのお話、頑張ってくださいね。ハードルが高いね。ハードルが高いですか？私と話すのがそんなに難しいでしょうか？冗談ですよ。緊張しなくても大丈夫です。ゆっくりで構いませんから、お話ししてくださいね。ありがとう。私はね、褒めてもらって嬉しくないですよ。さあ、お話しして。私はね、YouTube でガジェットの動画を作っているんだ。ガジェットの動画ですか？難しそうですが、奥さんは器用なのですね。すごいです。すごいのかな？ありがと自分ですごいなんて言ったら私がお世辞を言ったみたいじゃないですか。でも本当にすごいと思いますよ。さんの動画一度見てみたいですね。う。あとね、好きな食べ物はね、唐揚げなの。唐揚げですか？トニックが効いていてビールにも合いそうですね。羨ましいです。ビールとか飲めないの？お酒は飲めませんよ。私たちはもう玉ですから。ですが、キュルさんが飲むなら隣で唐揚げをいただいてもいいですか？別に食べたかったわけではありませんよ。じゃあ今度食べさせてあげるね。本当ですか？いえ、別に期待はしていませんよ。美味しいからね、楽しみにしてね。またね、ふぞぞ。といった感じで、自分についてちょっと覚えてもらいました。これをどれぐらいちゃんと覚えてくれるのかっていうのを今度テストしてみたいと思います。ただ、それは今回やるのではなくて、1週間後にやってみてテストをしてみます。1週間後にテストをしてみて覚えていたらよし、覚えてなかったら覚えてなかったで、まあそれはそれということで、本当に、クゾゾがちゃんとものを覚えながら生活しているのかっていうのを見ていきたいと思います。今度はさっきから、撫でたりして、ご機嫌をとっていますが、他にもちょっといろいろな反応を見てみましょう。ウゾゾは頭にセンサーがついているのと、顎にセンサーがついているので、顎でも撫でると喜んでくれたりします。あとはちょっと軽く揺らしたり、強く揺らしたりして反応したりもします。だから加速度センサーがついていて反応をしたり、タッチセンサーがついていて反応したりしてくれてるわけですね。そういった反応を見ながら可愛がるのも面白そうですね。これが AI ペットである理由ですよね。やっぱり AI チャット GPT とかでも
覚えてもらったり、会話してもらったりっていうのはできますけれども、こうやって実体があって可愛がることができる。これがやはり AI ペットとしての魅力ですよね。タトとビはソソのオポソここで一旦まとめてみたいと思います。良かったことといえば、もうとても可愛らしいというところですよね。この毛並みも非常にツヤツヤしてて、柔らかくて触り心地がいいですし、触った感じもゴツゴツしてないんですよね。本体がこうゴツゴツしてたら、やっぱり強く触るとゴツゴツしちゃったりするんでしょうけども、そういった感じがないのが非常によく外装がよくできてるなっていう気はします。AI の会話も非常によくできてて、ちゃんと会話らしい会話ができるなっていう印象でした。反応もそんなに悪くない速度でしたよね。連続して会話するのにはちょっとスロースペースになるかなとは思いますけど、それでもなかなか会話が楽しめる速度では返してくれているんではないでしょうか。気になったこととすれば、そうですね。このフゾゾは、サイレントモードにしているので何も言ってこないようになってますけれども、若干自己主張が激しいですよね。ごそごそ動いてなんか独自の言葉を喋るので、意外と集中したい時とかは邪魔って言っちゃうとあれですけど、なかなか難しいですよね。あとは、そうですね。だから使う時に、会話がしたい時にオンにする。で、ちょっと寂しいなっていう、誰かいる感じが欲しいなって時にはオンにしとくというのはいいのかもしれませんね。それ以外に関してはあまりオンはおすすめしないかもしれません。勉強してて隣で言葉ガチャガチャ言われても困っちゃったりするのでね。あとは、今日覚えさせたこと、私が YouTube でガジェットの動画を作っていること、あと唐揚げが好きなことを喋りました。これに関してちゃんと覚えているのかどうか、そこはまだ不明ですので、これを7日後、1週間後ですね。1週間後を見てみたり、1ヶ月後見てみたりして、ちょっと長期レビューをしながら、記憶をちゃんと覚えるとか、性格がどんな風に変化するかとか見ていきたいなと思いますので、気になる方は、次の動画をお楽しみにお待ちください。それではここまでサンガジェがお送りしました。次の動画もぜひ見てくださいね。